はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このチャンネルでは日本人の私が自然な日本語でお話をしています。イラストや英語でフォローしていきますね。皆さん、季節の変わり目ですね。日本では春から夏に移り変わる時期です。体調は崩してないですか？ヨーロッパの熱波は日本でもすごくニュースになっています。心配ですよね。で、この前ね、喉を痛めてたよっていうお話をしたと思うんだけど、なんだかね、まだダラダラと絶好調じゃない感じなんですよね。喉に痰が絡む感じです。なんかって咳払いをしたくなるような、そんな調子がね、数日続いています。体の不調を訴える言葉って結構ね、違う語学で習うと思うんだけど、喉が痛い、頭が痛い、それから咳が出る、あと鼻水が止まらない、なんかこの辺の表現はよく習うのかなって思うんだけど、この喉にね、何かずっとあるような違和感、これもね、同じぐらい実はよくある症状だと思うんですね。だからこの痰が絡む、そしてって咳払いをする。せっかくね、私が今そんな状況なので、ちょっと冒頭でご紹介しました。はい。じゃあ今日のテーマは、日本人がよく言うちゃんとしてって何？です。みんなさ、日本語でちゃんとしてって言われたことある？あるいは日本人がちゃんとしなきゃ、ちゃんとやらなきゃって言ってるのを聞いたことあるかな？このちゃんとっていう言葉、日本語ではもうね、本当によく使うんですね。そうなんです。ちゃんと寝て、ちゃんと運動して、ちゃんと勉強して、ちゃんと仕事をして、ちゃんと期限を守って、ちゃんと時間通りに、ちゃんと謝って、ちゃんと片付けて。ね。ほら、もうね、真面目な日本人にぴったりでしょ？そうなの。とってもよく使うし、何にでも使える言葉なんですね。でもこのちゃんとしてってさ、実はすごい曖昧で、なんかぼんやりしてて難しい言葉だよね。思わない？ねえ。なんかちゃんとの中には日本人の考え方とか日本社会の暗黙のルールがね、入ってると思うんですよ。暗黙のルールっていうのは、口に出してはっきり言わないけど、なんとなくみんなが知っているルールのことです。例えば誰かがここでは静かにした方がいいよって言わなくても、周りの人がみんな静かにしてたら、ここでは静かにするんだなって感じるよね。そういうね、言葉にされてないその場とか状況に応じたルールのことです。それから日本語では空気を読むっていう表現も使います。ね、空気を読む。例えば会議の時にさ、正直めちゃくちゃ眠たい時ってあるよね。ないか、あるよね。すごい自分的にはすごい退屈みたいな。でもさすがにさ、そこで会議中にぐーぐー寝たりはしないじゃないですか。ね。で、心の中ではなんかちょっとこの話長いなとか、正直どうでもいいなって思っていたとしても、一応なんか聞いてるふりをね、とか言ってうなずいたりするでしょ？ね、そういうのもある意味では会社のね、仕事の空気を読んでいるんですよね。例えばあとは恋人がさ、仕事ですごいイライラしてる時に、
そういう時になんかね、ちょっとさ次のデート行けなくなっちゃったんだよねとかさ、なんかそういうのはさちょっと今はしないでおこうかなとかも思うでしょ。こういうのね、こういうの今はちょっとやめておこうかなみたいな、こういうのですね。その場の空気を読む。そうすごいよく使う言葉です。相手の表情とか声のトーンとか今の雰囲気を見て、今はこれを言って大丈夫かな、今はちょっと黙っといた方がいいかな、なんかこういうこと、これが日本の空気を読むです。そうで、話を戻すとね、このちゃんとっていう言葉の中にはこういうね、暗黙のルールとか空気を読む力、日本社会のいろいろな感覚が含まれているんですよね。だからさっきの例はね、こう世界共通でさ、みんな結構なんとなくわかると思うんだけど、その国ならではの常識とか、あとマナーとか、そういったことをこう曖昧な言葉でね、分かってよねってされても、それってすごく難しいよね。そう日本語を勉強している人とか、日本に来た外国からね、日本に来た身からすると、なんかそれって具体的には何ってなると思うんですね。そうだから例えばよ、こんなことがあったとしよう。想像しながら聞いててね。あなたは日本で仕事の面接に受かりました。おめでとう。で、そうだな、おしゃれなレストランのホールのバイトですね。こうやってお水出したりさ、注文聞いたりする。で、エプロンの下は私服です。自由な服です。で、明日は初めて仕事に行く日です。そこで友達が言いました。明日はある程度ちゃんとした格好で行った方がいいよ。さあ、皆さん、どんな服で行きますか？ねえ、スーツですか？ジャケットですか？それとも女性だったらワンピースですか？ジーンズはダメですか？スニーカーはダメですか？サンダルはいいですか？髪型はどうしたらいいですか？染めてもいいですか？メイクは必要ですか？みたいにね。結構さ、難しいですよね。で、ちなみに私だったら、レストランのホールで受かって、明日ちゃんとした服装で来てねって言われたら、そうだな、白いシャツにこう黒いパンツ、それに靴も黒のこうシンプルな靴を選ぶかなと思います。例えばこう黒いスニーカーかペタンコの靴ね、こうフラットシューズ、ペタンコって言います。ペタンってしてるでしょ、ペタンコの靴で、爪は短く切って、初日はネイルはしないでね、こうネイル塗らない、そういう格好を選んでいくかなと思います。こう注意されそうな項目をこう消していく感じにすると思いますね。でもこれが例えばもしおしゃれなさ服屋さんだったら、アパレルって言いますね、日本で。アパレルショップだったら、アパレルのお店だったら、逆になんかそんな地味な格好じゃダメですよね。そのお店のそのブランドに合ったこうおしゃれな服とかファッションで行くこと、なんかそれがちゃんとした格好になりますよね。そう、こんな風にね、場面によって違うんですよね。迷います。その友達と会う時のちゃんとした服、会社に行く時のちゃんとした服、子供の学校に行く時のちゃんとした服、それから結婚式に行く時のちゃんとした服、もう全部違います。だからちゃんとした服で着てねっていう言葉だけだと、実はすごく不親切な言葉なんですよね。そう思います。
具体的なことを言わないから実は何もわからないんですよね。そう困っちゃうよね。具体的にさ、ジャケットを着ていった方がいいよとか、あとスニーカーはダメだよ、革靴で着てねとか、ジーンズだとかデニムのカジュアルな服ではない格好で着てください。こうやって言われた方がね、全員にとって分かりやすいかなと思います。でも使いやすいからみんな使うんです。ちゃんとしてねって。そうで、ここまではね、このちゃんとっていう言葉の話をしましたね。ちゃんとしてねって。でもこのちゃんとってただの言葉ではないんですよね。日本ではちゃんとすること、もうそのものが社会全体のね、空気としてあるように感じます。この前ワールドカップで日本人はなぜゴミを拾うのかっていうお話をしたでしょ。そう、あれもある意味ではちゃんとする文化の一つだよね。で、自分が使った場所をきれいにする、次に使う人のことを考える、ゴミをそのままにしない、こういうところは日本のすごくいいところかなって思います。他にも例えば時間を守る、約束を守る、遅れたら連絡をする、相手に迷惑をかけないようにする、こういうところの基準がね、かなり高いと思います。一番その正確さがよく出ているのが日本の電車かなって思います。日本の電車すごいんですよね。みんな乗ったことあるかな？例えば東京の山手線なんて一番すごく有名な電車です。人がたくさん乗る電車ですね。で、時間帯にもよるんだけど、だいたいもうね、数分おきに電車が来ます。一番忙しい時間だと2分とか3分とかのぐらいのね、間隔でもう次から次へと来るんですね。これはね、世界的に見てもかなりすごいレベルだなと思います。しかもただ本数が多いだけじゃなくて、かなり時間に正確なんですよね。もちろんね、トラブルがあった時は別です。人身事故があったりね、人を敷いてしまう、そう、人身事故って言います。あと機械のさ、チェックね、点検、機械の点検があったり、そういう時は遅れます。でもその時もちゃんと理由が説明されるんですね。人身事故のためとか、車両点検を行っているため、それから安全確認を行っているためみたいな感じでね、駅のアナウンスで説明があります。で、1分、2分でも遅れたら、もうね、電車が遅れていますっていう扱いになります。だから海外旅行に行くと、日本の電車ってなんて時間に正確に来るんだろうってね、本当に思います。で、これってすごく便利ですよね。でもね、その一方で私はこう思うこともあるんです。みんながちゃんとしてる社会ってちょっとしんどい時もありませんか？だって守れない時にすごく謝らないといけないからね。そうで、さっきの電車の例も 1,2 分だけ、たった1分2分でも必ず車掌さんが謝っています。電車が遅れておりますことを深くお詫び申し上げますってね、丁寧な言葉でアナウンスされます。だからこんな風にね、周りの人がみんな時間を守る。で、みんな正しく行動する。みんな迷惑をかけないようにしている。で、そういう場所にいると、自分も、ちゃんとしなきゃって思いますよね。で、自分がちゃんとしてない時、ちょっとできなかった時、
そんな時にね、自分だけがやっぱりダメな人間なのかなみたいにね、思うことがあるんですよね。で、ここからはね、その実際私が感じた、これエピソードなんだけど、私は昔同じ会社の中で2つの部署を経験したことがあるんですね。同じ会社なんですよ。でも部署が変わると本当に雰囲気がね、全然違ったんです。で、1つ目の部署はすごくきちんとした部署でした。みんな締め切りをきっちり守ります。もうなんなら締め切りの前日にはもう全員タスクがね、終わっているような、そんなところでした。すごくないですか？締め切りの前日ですよ。そうで、私はもう締め切り日のその翌朝の9時ね、みんながもうその日中って言われてるその次の朝パソコンを開く9時までに間に合えば OK じゃないって思うタイプなんだけど、もうその部署では前日までに終わらせるような人がすごく多かったんですね。だから締め切りの日の夕方にその仕事に私だけがすごく追われてたりすると、この人は仕事が遅いなとか、ちゃんとしてない人かなって思われてしまうんじゃないか、そんな雰囲気がね、ありました。で、もちろん誰かが直接ね、そんな風に言ってくるわけではないです。ないんだけど、空気としてあるんだよね。だから、この部署ではこれくらい早く終わらせるのが普通なんだなって、これがこの部署のちゃんとしてるっていうことなんだなって、そういう風に感じました。で、その部署はすごく規律正しいね、きちんとした部署だったんですね。でも私はちょっと苦しかったんですよね。なんでかっていうと、周りがみんなちゃんとしているからなんですね。周りがちゃんとしてると、自分が少し遅れただけで、私はダメだなとか、なんで私はこんな先延ばしにしちゃうんだろうってね、感じてしまうんですね。でも締め切りにはちゃんと間に合ってるんですよ。でも先延ばしにしちゃってるような気がするんです。明日でいいかなとかね、まだ明日明後日だし締め切りがみたいな。で、仕事もね、ちょっと遅いような、そんな気がしました。でもね、その後違う部署に移ったんです。そしたらね、その2つ目の部署は全く違ったんですね。みんな締め切りに追われているような部署だったんですね。だからもう今日も締め切りだ、やばいとか、あとこれって今日中だよね、ピンチとかね、なんとかするしかないねみたいな雰囲気でした。なんならね、もう常に締め切りをこの人は守らないみたいなキャラクターの人もいて、でそういう人がたまにね、締め切りを守ってると、今日何々さんは締め切りを守ってるぞ、すごいなみたいにね、褒められてるみたいなね、そんな感じのね、毎日を駆け抜けているような部署だったんですね。だからね、移動した時はちょっとびっくりしました。前の部署ではみんな前日までに仕事を終わらせていたのに、なんだこれはみたいな感じだったんですね。で、自分が締め切りを設定してね、でみんなに仕事をお願いした時、いついつまでにやってくださいってお願いをした時、こういう時はね、なんでみんなこんなに締め切りを守ってくれないんだろうって思ってました。管理する側だと少しイライラしますよね。でもだんだん自分もその雰囲気に慣れてくるんですよね。するとね、少し不思議なことを思ったんですね。あれ？なんだかこっちの方が居心地がいいかもしれないみたいにね、思いました。もちろん仕事だから締め切りを守ることっていうのは大事ですね。本当に大事。でも
みんなが少しずつ大変で、みんなが少しずつ遅れていて、みんなでこうやばいねって言いながらこう頑張ってる場所っていうのは、こう少し人間らしい感じがしたんですね。こう完璧じゃない人間同士が少し許し合っているような、空気がありました。こうそういう時もあるよねとか、大変だよね、忙しいよねって、じゃあどうにかなるかみたいなね、そういう空気ですね。で、少し私はそういうゆるい感じのこう雰囲気のある場所の方が息がしやすいなって思いました。で、ここで面白いのは、この全く違う2つの環境がね、同じ会社なんですよね。そう。同じ会社なのに、こう部署が違うだけでちゃんとしてるっていうことの基準がね、全く違ったんです。で、1つ目の部署は締め切りの前日までに終わってることがちゃんとしてる。でも2つ目の部署はみんながギリギリになりながらも、なんとか終わらせたらもうそれはちゃんとしてるだったんですよね。で、こんな風にこうちゃんとにはもう絶対の正解がないんですよね。場所によっても違います。人によっても違う。会社によっても違う。部署によっても違う。だから日本語学習者のみんながね、日本でちゃんとしてって言われたらもう困るのはすごく自然なことだなって思うんですね。だからこっからさ、また仕事の話を少し続けるんだけど、なんか仕事ってさ、一番ちゃんとしなきゃいけない場所だからね、こうエピソードがいろいろあるんです。で、日本の仕事文化では、ちゃんと報告してね、ちゃんと連絡してください、ちゃんと相談してください、これね、言われることがあります。で、この3つをまとめてほうれん草って言います。このほうれん草は、報告、連絡、相談、このね、最初の文字を取った言葉です。ほうれん草。日本語にはこう野菜のね、ほうれん草があるからね、同じ音なのでそれにかけてこうほうれん草って呼ばれています。で、報告っていうのは今どうなっているのか、どういう状況なのかを伝えること。で、連絡は必要な情報を相手に知らせること。で、相談は自分だけで決めない、相手に意見を聞くこと、上司の意見を聞くこと。こんな感じですね。で、日本の会社はこのほうれん草が大事です、必ずしてくださいってね、指導されることがとても多いです。でもさ、ここで問題があるよね。ちゃんと報告するって、どこまで？そしてちゃんと連絡するって何をどの範囲まで細かく言えばいいのとかね。そしてちゃんと相談するっていうのもすごく些細なこと、小さなことも全部聞かなきゃいけないのとかね。これ結構難しいですよね。だから例えば遅刻するとき、こう友達だったらごめん10分遅れるねって、これで大丈夫なことも多いよね。もちろんその人との仲にもよるんだけど、でも仲いい友達だったらね、そんなに気を使わなくていいと思います。でも仕事で遅刻する、仕事で上司に連絡する場合はもう少し情報が必要なんです。例えば、すみません、電車が遅れていて10分ほど遅れます、到着は9時10分頃になりそうです、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。これくらい言うとかなりちゃんと連絡している感じがありますよね。でもただ遅れますだけだと少し情報が足りない、ほうれん草が足りない、そういうふうに感じる人もいるかもしれないんです。何分遅れるのか、そしていつ着くのか、なんで遅れるのか、そして相手に迷惑をかけていることを分かっているのか、こういうね、情報とか気遣いまで含めて
ちゃんと連絡するっていう意味なんですよね。で、日本にはね、電車の遅延証明書っていうのがあります。さっきも日本の電車は正確なんだよっていう話をしたと思うんだけど、電車が遅れたら鉄道会社がこの電車は何分遅れましたっていうことを証明してくれるんですよ。これすごいですよね。電車が遅れたことまできちんと証明書を発行してくれるんです。ちゃんとしすぎですよね。まあでも会社に嘘をついていないかっていうのを証明する必要があるんです。すごく日本社会らしい制度だなって思います。でもその一方でさっき言ったみたいに少ししんどいところもね、やっぱりあります。日本の社会がちゃんとしているっていうことは、その裏でね、誰かがずっとちゃんとしなきゃって思っているっていうことでもあると思うんだよね。まだ電車は完全に自動運転になっていないからね。電車を時間通りに動かす人はかなり厳しい訓練を受けて運転手さんになっています。それから荷物の配達なんかもそうですよね。日本では必ずと言っていいほど荷物が正確に配達予定日にちゃんと届きます。時間を指定していれば時間までね、守ってくれます。で、それからエアコンが壊れたみたいな時のね、修理に来てくれる人とかいるでしょ。そういう業者の人もね、本当に約束時間に正確に来ます。みんなが少しずつちゃんとしなきゃって思っている。だから社会は便利になるんですよね。でもその分、働いているね、一人一人にはプレッシャーもかかります。ここがね、日本の面白いところでもあり、少し大変なところでもあるなーって感じています。はい。で、さらにね、このちゃんとしなきゃっていうのは仕事だけじゃなくてね、生活の中にもあるんです。親としてちゃんとするべき、大人としてちゃんとしなきゃ、こういうものだよね。で、日本では今、怒らない子育てとか子供を叱らない子育てといった言葉をよく見ます。それから親の関わり方で子供が変わる。子供がどう育つかは全て親次第だみたいな内容の本もたくさんあります。それから大人の品格みたいな本もありますね。で、私自身もこれに関してはね、ちゃんとしなきゃっていう考え方にちょっと取りつかれてる部分があるかなって思うんですね。部屋をちゃんと片付けなきゃ。それから子供にもちゃんと優しくしなきゃ。ちゃんとご飯を作らなきゃ。ちゃんといいお母さんでいなきゃ。そういう気持ちがね、溜まってしまう時っていうのはどうしてもありますね。でもそれってさ、すっごいストレスになるでしょ？なるんですよ。だから最近はもうちゃんとしなきゃってね、思わせるような本とかね、そういうのはね、もうあんまり読まなくなりましたね。自分でね、自分を追い詰めちゃうような、そんな気がするので、あんまり読まなくなりました。今日はね、忙しくって完璧なご飯は作れなかったし、部屋も散らかってるけど、元気にみんな生きてるからいいかなみたいなね、イライラするよりマシかなみたいな、そういう風にね、思える日があってもいいのかなって思いながら過ごしています。はい、いかがでしたか？今日は日本のちゃんとするをテーマにお話ししました。で、実はね、この他にもきちんととか、あとしっかりしてとかね、同じような言葉がたくさんあるんです。もうきちんと謝りましょう。それからもうしっかりしてよとかね。それからもっと怒ってる時にはね、もういい加減にしてよとかね。これもね、すごく全部曖昧な言葉なんですね。
でも怒ってる時によく使いますね。いい加減にしてってそう、全部これらはね、全部具体的なことは言わないで、でもいろんな意味を含んでいるところ、そこがすごく似ていますね。で、この辺の反対の言葉に当たるのが、適当にかなと思います。適当に、適当。そんな考えすぎなくていいよとか、力を抜いてやってくれたらいいよ。そういう時に使う言葉ですね。適当でいいよ。だからこれらのね、そういうすごく曖昧な日本語の表現っていうのは、その時の状況とか文脈、そして感情ね、そして相手との関係性、そういうのがすごく大事になってくる言葉かなと思います。でもこっからが大事なんだけど、特にね、みんなが日本に来てこういう曖昧な表現で何か言われた時、指示をされた時には、もうね、遠慮なく具体的にどうしたらいいですかっていう風に聞きましょう。全然全く悪いことじゃないです。例えばきちんとした服装でって言われたら、それは今着てるこの白の T シャツと下は黒のズボンでいいですかとか、遅刻する時には連絡してねって言われたら、電車が遅れた証明書はいりますかとかね。こういう感じでね、もうわからないことは聞いた方がコミュニケーションのズレがね、なくなると思います。皆さんの国にもこの日本語のちゃんとに近い言葉ってありますか？なんか日本に来て、日本ちゃんとしすぎじゃないって思ったことありませんかね。でも逆に自分の国はここがちゃんとしてるなって思うこと、そういうのもあるかもしれないですね。で、みんなはさ、私が感じたみたいにちゃんとしてる場所とちょっと緩い場所、どっちが居心地がいいですか？ぜひ教えてくださいね。はい。で、ここからはお便りのコーナーです。先週からお便りコーナーを設置していて、皆さん送ってきてくれています。ありがとうございます。動画の概要欄に Google フォームの URL をつけています。皆さんの Google アドレスが私にバレたりすることはないので安心してくださいね。それではご紹介していきますね。一つ目はポーランドから聞いてくださっているヤレックさんからです。ありがとうございます。で、いただいた質問はこちらです。日本の学校で子供にとっても親にとっても一番大変なことは何ですか？はい。ヤレックさん、ありがとうございます。で、これはね、勉強面の大変なこととそれ以外の大変なことがあるから2つに分けて紹介するね。で、他の国と比べて勉強面で大変なことはやっぱり国語の漢字の習得だと思います。難しいよね。日本の学校では小学校の1年生から6年生まで毎年新しい漢字を習います。だいたい7歳から12歳ぐらいですね。で、小学校の6年間で習う漢字は全部で1026字あるんですね。で、中学校に入るとさらに難しい漢字も勉強していきます。長い時間をかけて習得していくんですね。みんなにとっても漢字は本当に難しいと思います。で、私この字幕にね、振り仮名をつけてると思うんですね。で、これだけ AI が進化してもまだ完璧な振り仮名はね、AI にはできないんですね。いつもこの動画を作るときに何度も修正しています。音読みとね、訓読み、一つの漢字にね、たくさん違う読み方があってね、AI も混乱してるんですよ。そう、本当に難しいんだなって思います。で、これはね、みんなへの漢字に関する少しアドバイスなんだけど、私は横で子供がね、どうやって漢字をね、覚えていくのかを今見てるんですね。そうするとやっぱりね、
読書が一番効くなと思います。リーディングですね。そう、読む。で、あんまりね、難しくない漢字。小学校の3年生ぐらいに出てくる漢字、N4 ぐらいですかね。とかは、日本語の文章を読んでいると、本当にね、何度も出てきます。そう。だから、単にね、学習した時に、覚えようと思って習った時だけじゃなくって、実際にその漢字に触れ合う回数っていうのがね、本当に多いんですね。本を読むと何度もやっぱり出てくると思います。私も自分の字幕を編集しててね、思うとかさ、やっぱり何回も出てきますよね。そう、出てくるんです。目にする回数が多いほど自然と覚えていくものなのかなっていう風に、これはね、子供を見ていて思いました。で、これはね、漫画でもいいと思います。自分が楽しく読めるもので取り組むと長続きするんじゃないかなっていう風に思いますね。で、勉強以外の方ですね。そっちがね、一番大変かなって思うことです。日本の学校でね。で、それは今回の話題にもすごく共通するんだけど、学校生活をちゃんと回すことですね。で、日本の学校では子供も親も結構細かいことを求められます。プリントを読んで、持ち物を自分で準備をして、提出物をしっかり出す。そして行事にも参加する。こういうことがね、よくあります。で、親も学校からのお知らせを読んで、締め切りまでにね、それこそちゃんと提出物があったら準備して渡さないといけない子供に。これがね、地味に大変なんですよね。そして子供たちも集団の中でちゃんと動くっていうことを求められます。どういうことかっていうと、ちゃんと並ぶ。そしてちゃんと話を聞く。ちゃんと時間を守る。ちゃんとみんなと同じように動く。こういうことですね。で、これは日本の学校のいいところでもあります。協調性が育つし、学校全体がね、すごく落ち着きやすくなると思います。授業中のおしゃべりも結構厳しく注意されます。うちの子は後ろを向いてわからない子にね、教えてるだけでも授業中は喋ったらダメだからっていうので注意されたことがあるって言ってました。だから先生が今は教え合っていい時間ですって言ってる時はやっていい。でもわずかなね、そういう少しのおしゃべりが授業中の全体のムードをガヤガヤとねさせてしまう可能性があるから喋ったらダメなんですね。だからやっぱり自由に動きたい子とかちょっとマイペースな子にとっては少ししんどいこともあるんじゃないかなと思いますね。だからいいところもあればちょっと厳しすぎるところもある。そういうところがありますね。こんな風にね、学校でもちゃんとすること、これがね、日本の学校において私が一番大変なんじゃないかなって思う部分です。はい、素敵な質問ありがとうございました。で、その他にもね、なんで日本の夫婦は一緒のベッドで寝ないんですかっていう面白い質問も来ていました。アメリカからアンジェロさんですね。ありがとうございます。で、これについては少しね、話が広がりそうなので、ちょっとぜひ次回のポッドキャストのテーマの中にね、組み込んで、じっくり回答させていただこうかなと思っています。そこでね、みんなにお願いです。日本人との恋愛とか夫婦関係のこととかで驚いたこと、そして不思議に思うこと、あとどうなのかなこういうのってとか、あと悩んでいること、そういうのはありますか？で、今週のこのテーマに募集するね、今週のお便り募集のテーマにさせてもらおうと思います。ぜひ皆さんのエピソードとか、これ不思議なんだけどなって思っていること、恋愛でね、夫婦関係でもいいです。家族関係でもいいです。ね、そういったことをぜひシェアしてください。
お便りどしどし送ってくださいね。お待ちしてます。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。この動画が役に立ったなと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。